皆さん、こんにちは。アンリです。今日は AI 業界の覇権がついに数字で塗り替わりました。アンソロピックが9000億ドル評価で5兆円調達ほぼ確定。第一四半期の LLM 売上シェアでオープン AI を初めて逆転。そして高性能 AI のクロードミソスが日本に来るかもしれないというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月29日から30日にかけて AI 業界の力関係が一気に書き換わりました。これまで AI といえばチャット GPT という空気だったのに、第一四半期の売上シェアで急にアンソロピックがオープン AI を抜いたという数字が出たのです。同時にアンソロピックは9000億ドル、日本円でおよそ140兆円という途方もない評価額で5兆円を超える資金調達を2週間以内にまとめると報じられました。さらに日経新聞は、現在50社の米企業しか使えない最強モデルクロードミソスの日本展開計画を5月1日にスクープしました。これは単なる順位入れ替えではなく、世界の AI 地図そのものが書き換わった節目の数日間です。今日扱うのは4月末から5月1日までの3つのニュースです。1つ目はアンソロピックの9000億ドル評価と50ビリオンドル調達の確定報道。2つ目は第一四半期の2026年 LLM 売上シェアでアンソロピックがオープン AI を逆転したカウンターポイント、リサーチの調査結果。3つ目は日本経済新聞が報じたクロードミソス日本展開計画と現政権の反対です。AI 業界の主役が交代した瞬間と、その波が日本にどう届くのかを順番に整理します。それではなぜアンソロピックがここまで急激に評価を上げているのか、そしてミソスが日本に来るとどう変わるのかを丁寧に見ていきましょう。まず一つ目、9000億ドル評価と5兆円調達のニュースです。テッククランチとブルームバーグが4月に19日から30日にかけて報じたところによると、アンソロピックは複数の投資家から自分から声をかける前に出資オファーを受けるという、いわゆるプリエンプティブな申し出を受けています。検討されている評価額は8500億ドルから9000億ドルのレンジで、調達額はおよそ500億ドル、日本円で約7兆7000億円規模です。クローズは2週間以内、つまり5月中旬までに完了する見込みで、投資家には48時間以内にどれだけ出すかを提出するよう求めているといいます。この勢いがどれくらい異常かというと、アンソロピックの評価額はわずか2ヶ月前、2026年2月時点で3800億ドルでした。それがたった2ヶ月で2倍を超える水準まで一気に駆け上がっているのです。比較対象のオープン AI は年初に8520億ドルの評価で1220億ドル、日本円で約19兆円を調達しました。アンソロピックが今回9000億ドル付近で固まれば、評価額そのものでもオープン AI をついに抜き、世界で最も価値が高い AI 企業という称号を手に入れることになります。わかりやすく言えば AI の王座決定戦でこれまでチャレンジャーだったアンソロピックがついにチャンピオンオープン AI と同じリングの上に並んだという瞬間です。そしてその勢いを裏付けるのが2つ目のニュース、第一四半期の2026年 LLM 売上シェアです。業相会社カウンターポイントリサーチが4月30日に発表した第一四半期の2026年 LLM 売上ランキングでは、アンソロピックが 31.4% のシェアでトップに立ちました。オープン AI は 29% で2位です。これは企業が AI に支払うお金の世界で、アンソロピックがオープン AI を初めて逆転した歴史的な数字です。ここで面白いのがユーザー数とお金の対比です。オープン AI のチャット GPT は月間アクティブユーザーが9億人、対するアンソロピックのクロードはおよそ1億3400万人です。ユーザー数で見ればオープン AI はアンソロピックの7倍近く多い。それなのに売上シェアではアンソロピックが上です。種を明かすと、1人当たりの平均売上
いわゆる ARPU に大きな差があるのです。オープン AI の1人当たり売上はおよそ2点に10ドルなのに対して、アンソロピックは16点に10ドル、つまり 7.4 倍もの単価で稼いでいます。これは何を意味するかというと、オープン A は個人ユーザー、アンソロピックは企業ユーザーという住み分けが完全に固まったということです。オープン AI は無料ユーザーも含めた巨大な裾野でブランドを築き、アンソロピックはエンジニアや企業がお金を払って使ういわゆる B2B の世界で1人当たりの単価を圧倒的に高く取りに行っています。AI の世界ではユーザー数の戦争と売上の戦争が別々の選手によって戦われている状況です。さらにフォーチュン誌8月30日、興味深い分析を出しました。 Google と Amazon の2026年第1四半期の AI セグメント利益のうち半分はアンソロピックの株式自分の評価益から来ているというのです。 Google と Amazon はアンソロピックに巨額出資しているため、アンソロピックの評価が上がるたびに自社の AI 事業の利益にもそれが乗ってきます。つまりアンソロピックの9000億ドル評価は本人だけでなくビッグ4ハイパースケーラーの決算にも直接効いているのです。ここまで聞くとすごいけれど自分には関係ない海外の話だと感じる方もいると思います。そこで3つ目のニュース、日本に直結する話を紹介します。日本経済新聞は5月1日、アンソロピックが現在約50社の未企業と組織にしか提供していない最強モデルクロードミソスについて、日本を含む海外への提供先拡大を計画していることを報じました。ミソスは2016年4月7日に一度公開を停止し、代わりに巨大企業連合プロジェクトグラスウィングが立ち上がった時の中心モデルで、アップル、グーグル、NVIDIA など12社が創設メンバーに参画しています。わかりやすく言えば、ミソスは現在米国の超エリート企業しか入れない秘密クラブの中だけで使われている世界最強クラスの AI です。それが日本にも開放されるかもしれないというのが今回のスクープです。ただし話はそんなに単純ではありません。ゴメ政権側はミソスの能力が高すぎてサイバー攻撃や生物兵器設計などの悪用リスクに直結するという理由で日本への展開に強く反対していると報じられています。日本のメガバンクや官公庁にとっては米政府の許可がないと最先端 AI が使えないという事態になりかねません。これは経済の話を超えて外交や経済安全保障の論点になりつつあります。ここまでをまとめると、アンソロピックは丸1、9000億ドル評価、丸2、売上シェアでオープン AI を逆転、丸3、日本展開で外交異臭化という3つのニュースが同時に立ち上がった状態です。AI 業界の覇権がチャット GPT 中心の B2C 時代からクロード中心の B2B 時代へとシフトしている、その最も重要な数日間と言えます。ここからは補足として5月1日前後の関連動向もいくつか押さえておきます。オープンエアは5月5日17時55分に GPT5.5 の謎のローンチイベントを開催するとコーデックス経由で予告しています。出席者はコーデックスがリプライから自動選定するという異例の運用で、アンソロピックの勢いに対する話題作りの面もありそうです。さらに4月に17日に正式発表されたマイクロソフトとオープン AI の配達終了の余波で、4月に18日には AWS のベッドロック上に GPT5.5 とコーデックスが登場し、ハイパースケーラー三国志の幕が開いています。Apple iOS27 が Siri の裏側にクロードとジェミニを開放する流れも続いています。それでは私たち視聴者が今日からできるアクション3つを挙げます。1つ目は AI サービスを選ぶときにユーザー数と実際の売上シェアの両方を見ることです。話題性ではチャット GPT が大きく見えても、企業の現場ではクロードが選ばれているという事実を知っておくと、業務でどちらを使うべきかの判断材料になります。2つ目はクロードを実務で試してみることです。 ARPU が OpenAI の7倍あるという事実は
企業がクロードに継続的にお金を払い続けている裏付けです。資料作成、コード生成、契約書チェックなど自分の業務で一度試して肌感覚を持っておくと損はありません。3つ目はミソス日本展開と外交の動きを定期的にウォッチすることです。最先端 AI が日本でいつどの企業から使えるようになるかはこれからの日本企業の競争力に直結します。日経や日本経済新聞の AI 関連記事にぜひ目を通しておいてください。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。